埋もれるなと思ったんですよ。唐揚げ弁当界のディズニーランドや本市エンターテインメントの唐揚げ弁当。スタッフが書いてます。ノリです。もう体の一部もうあって当たり前の、もう一生唐揚げと付き合っていくんだろうなっていう感じ。ここのやつを食べると他のところの唐揚げがいまいちだなって思っちゃうくらい唐揚げ大好きです。 2.4 キロありますねはいいらっしゃいませ。そうですね、今日300キロぐらい仕込みます。丸どこオープン当初から1個唐揚げ 100g ぐらいあるような大きい唐揚げ弁当屋さんで始めます。唐揚げをオープンするにあたって一個人店なので、普通の唐揚げ弁当屋さんやっても全国にはいっぱい唐揚げ屋さんあるじゃないですか。埋もれるなと思ったんですよ。であれば他のお店が真似できないような何か特徴あるもので仕掛けようと思ってデカ盛り唐揚げ弁当屋さんをやったら面白いんじゃないかなっていうのがきっかけ。一応唐揚げ弁当界のディズニーランドだと思ってやってますけど、お腹も心も満腹になってくれればいいかなっていうコンセプトで始めたって感じですね。バス降りて0秒でうちのお店着きます。敷地内にバス停があったんで、それを生かした方がいいなと思って、もうそのままバスストップで、キッチンバスストップ。なかなかないじゃないですか、敷地内にバス停があるって。たまたまいろいろ物件探してて、ここに面白い物件が出てきたので、決めちゃえっていう感じで、はい。本市エンターテインメントの唐揚げ弁当屋を目指してる。ちなみに今日使うのがこれ全部使います。一つが24キロあるんで、1、2、3、4、13ケース、24×13 を今日1日で使います。麻痺してるんでこれが普通なんで、もうよくわからない。
油って毎日買えるもんじゃなくて、ある程度育てた方が美味しい唐揚げできるんで、そういう唐揚げ屋さんとか揚げ物業界から言えば、ある程度使った油の方がやっぱり肉のエキスとかいろいろ染み込みますので、油の色汚く見えるかもしれないけれども、実は新品の油より美味しいものが出来上がるっていう感じですね。気持ちちょっと上げておかないと先に、はい、容器がぐちゃぐちゃになって。やっぱり丸通り火入りにくいんで、熱いところをキュッと開ける感じで火通りやすくするために。半身だけで、あ、ごめん、チャーハンだけです。はい。
います。グリル台、生姜台、カレー台、DM 台になります。家でみんなで食べて、まあ親とか食べれないみたいなんで、そんなに1個は1回では食べない。ノリで書いてます。ノリです。スタッフが書いてます。絵とか。渾身のはございません。エルトクカレー主張です。はーい。11番でお呼びします。奥に進んでお待ちください。いつもこれ買ってます。1ヶ月に1回は来ますね。本当に美味しいですね。ここじゃないと嫌だっていう、ここの唐揚げを食べに来てる。ここのやつを食べると他のところの唐揚げがなんか全然いまいちだなって思っちゃうくらい、ここの唐揚げ大好きです。ありがとうございます。はい。お返しです。6番でお呼びします。奥に進んでお待ちください。千葉から来ました。はい、お待たせいたしました。1個ずつつきます。こちらからお一つずつお選びになって後ろの台で袋順番お願いいたします。うわ、いやもう 2.4 キロありますね。余裕ですね。余裕ですね。怖いよこの子。もうこれ全然これカットでいいんですけど、もう体の一部っていう感じですかね。もうあって当たり前の、もう一生唐揚げと付き合っていくんだろうなっていう感じですかね。はい、トイレちょうどお願いします。こちらです。と、また4番お待ちになって
です。もう少々お待ちください。お待たせしました。4番ですね。はい。エースダイとタルタルソースのおろしになります。じゃあスパイス1つお取りください。後ろの方で袋詰めお願いいたします。